なんと太陽の500兆倍、宇宙一明るい天体が見つかりました。これは宇宙史上で最も輝かしい存在なんです。オーストラリア国立大学 ANU の研究チームがチリにある欧州南天天文台 ESO の超大型望遠鏡 VLT を使い、太陽の500兆倍もの輝きを持つ天体を発見したことを発表。この天体クエーサーは J05294351 と呼ばれ、地球から120億光年以上彼方の宇宙で見つかりました。そこで今回はこの太陽の500兆倍、宇宙一明るい天体である J05294351 について解説していきます。こんばんは、花です。まずはクエーサーについて簡単に紹介したいと思います。クエーサーとは宇宙の中で最も輝かしい存在の一つで、高エネルギーの天体物理学的現象です。通常、超大質量ブラックホールの周囲に存在する巨大な円盤から放出される強力な光を発します。クエーサーという名前は英語でクエシソララリオソスの略で、その外観がかつて星に似ていると誤解されていたことに由来しています。宇宙の極めて遠い領域に見られ、通常は数十億から数百億光年離れた場所に存在。これらの遠いクエーサーは宇宙の初期に存在した超巨大ブラックホールの活動と関連していて、宇宙の進化や形成に関する重要な情報を提供します。また、クエーサーは可視光や X 線、電波などの幅広い波長で観測され、そのスペクトルには特有の吸収線やエミッション線が見られます。これらのスペクトル特性はクエーサーの性質や周りのガスの構成などを理解する上で大切です。それからクエーサーの研究は宇宙の初期段階や超大質量ブラックホールの進化、銀河の形成など宇宙の基本的なプロセスに関する理解を深めるのに貢献しています。その非常に高い高度と遠さから、クエーサーは宇宙の大規模構造や宇宙の加速膨張など宇宙全体の性質を探るための重要な手がかりになっていると言えます。過去の研究では天文学者たちは累計で100万個以上のクエーサーを発見。その遠さからクエーサーは古い時代の天体である可能性が高いですね。またクエーサーは地球から何十億光年も離れているのにもかかわらず明るく大きく見えます。クエーサーのエネルギー源について考えると、超大質量ブラックホールが重要な役割を果たしています。これらのブラックホールは周囲のガスや塵が吸い込まれる際に円盤を形成します。この円盤はブラックホールの周りを回転しながら存在。物質が高速で吸い込まれることで膨大なエネルギーが発生します。このプロセスによってクエーサーは非常に強力な光を放射し、その明るさや特異な性質を示しています。ブラックホールには脱出速度を超える境界線があります。この境界線を越えると内側では情報の伝達や観測、把握ができません。ブラックホールの内部は真っ黒であり、そこでどれだけのエネルギーが生み出されるかについては興味深いかもしれません。ブラックホールに物質が吸い込まれる際に放出されるエネルギーは核融合の60倍にもなると言われています。そのエネルギーにより到達円盤内では物質同士の摩擦が生じ、数十万度以上の高温になりプラズマ化します。このプロセスにより X 線や可視光線、電波などの電磁波が放出。ブラックホールは活動銀河核と呼ばれる銀河の中心部に位置し、クエーサーはその一種です。初期の宇宙ではガスや塵が激しくぶつかり合い、摩擦熱が生じていたため、多くの活発なクエーサーが形成されていたと考えられています。
ジェットと呼ばれる巨大な物質のビームを放出するクエーサーもあり、これが激しいジェットは星の形成を妨げることもあります。ジェットが銀河の外にガスを押し出すと、銀河は活動を停止し、新しい星が形成される材料まで失ってしまうこともあるのです。クエーサーからのジェットによってガスが圧縮され、短期間で新しい星を形成することが可能だという報告もあります。ジェットが放出したガスは銀河系に戻ってリサイクルされるそうです。ただし、クエーサーが飢餓状態に入ると、その力を発揮できなくなり消滅します。一度飢餓状態に入ると、クエーサーは超大質量ブラックホールを残して消えるとされています。一般的に銀河の中心部にある超大質量ブラックホールはクエーサーとは異なります。その成長過程においてクエーサーが存在した可能性が考えられます。現在の宇宙の大きさの約3位とされる初期宇宙では活発なクエーサーが多く形成されていたと推測。将来的に天の川銀河とアンドロメダ銀河が合体する際には、中心部のブラックホール同士が合体し、新しい超大質量ブラックホールが生まれると言われています。この過程で新しいクエーサーが誕生する可能性もあるそうです。 J0529-4351 は1980年にシュミット望遠鏡による観測画像に現れましたが、その輝きが強すぎるため、当初は40年以上も銀河系内の恒星と誤認されていたようです。40年も見逃していたのはもったいない気がしますね。研究をまとめた論文の共同執筆者であるオーストラリア国立大学 ANU の天文学者クリストファー・オンケンは、それほど目立たないクエーサーがすでに約100万個も見つかっているのに、この天体が今日まで知られていないままだったのは驚きだ。文字通りこれまで灯台元暮らしだったと話しています。人間で例えますと、40年間行方不明だった人が急に本人がわかることを意味するのと同じですね。約100万個ものクエーサーを発見。しかしこの天体が今日まで隠れていたことは驚きです。実際 J0529-4351 は1980年からの観測で発見されていましたが、当初はクエーサーとは認識されず、40年以上も銀河系内の構成要素として見過ごされていました。その明るさからクエーサーとしての特性が見過ごされていたというのも不思議な話ですね。ただ、クエーサーのエネルギー源はほとんどが超大質量ブラックホールです。J0529-4351 の中心にあるブラックホールは、1日に太陽の質量の1個分を増加させるペースで成長しており、これまでで最も速い成長ペースを示しています。クリスチャン・ゴルフ氏によれば、これまで知られている中で最も急速に成長しているブラックホールであり、太陽の170億倍の質量を持ち、1日に太陽の1個分以上の物質を取り込んでいるとのことです。その光は直径7兆キロの着円盤から放射されており、宇宙で最も大きな着円盤の一部であると考えられています。クエーサーが約100万個も発見されていますが、すべてが遠く離れた場所にあります。最も遠いものはどこにあるかというと、おそらく131億光年離れたところでしょう。これはアリゾナ大学のフェジワシの国際研究チームによって発見されたもので、その中心には長大な質量ブラックホールがあり、我々の住む天の川銀河全体を明るく照らしているそうです。このクエーサーの識別名は J03132-01806 で、アルマ望遠鏡による観測によってその距離が正確に測定されました。中心のブラックホールの質量は約16億倍であり、
これまでに発見されたクエーサーのブラックホールの質量の2倍にも達していると推定されています。今回のブラックホールの増大を考えると、宇宙が誕生してから約1億年後に太陽の1万倍の質量を持つブラックホールの種が必要とされるということになります。超巨大ブラックホールの形成メカニズムとしては、巨大な星が超新星爆発を起こし、誕生したブラックホールが合体して超大質量ブラックホールに成長したという説があります。また、巨大星団が収縮して急速にブラックホールを形成したという説も。しかし、想定されるブラックホールの種を作ることは難しいとされています。この件について、研究チームの一員であるアリゾナ大学のホイファン氏は次のように述べています。この結果は、ブラックホールの種が他のメカニズムで作られたということを示しています。宇宙の初めから存在していた大量の水素ガスの雲が収縮することで、ブラックホールの種が直接形成されたのかもしれません。この新しい考え方には可能性がありますが、その場合、今の宇宙とは異なる環境になるでしょう。アルマ望遠鏡の観測から、巨大ブラックホールを持つ銀河が急速に成長していることが分かっています。その裏付けもありますが、その後の展開はまだ不透明です。このクエーサー中心部の明るさから推測すると、巨大ブラックホールは毎年太陽25個分に相当する物質を吸収していると考えられています。その結果、銀河の中心部からは高速で電離されたガスが噴出していることがわかるでしょう。その速度は何%なのかはまだわかりませんが、驚異的なスピードでしょうね。ブラックホール同士が合体することで、クエーサーが誕生する可能性があるというわけです。現在、天の川銀河とアンドロメダ銀河の距離は約250万光年で、クエーサーとの距離を考えるとかなり近いと感じられます。そして現在進行形でお互いが近づいているようで、合体自体はほぼ確定かもしれません。この合体を予想するということはかなり近いことがわかります。そして衝突する軌道をたどっているということです。これは宇宙全体でもあまり見られない現象です。宇宙全体を考えると、銀河合体は珍しいことではないです。実際、マイナーな合体では、今後、天の川銀河が大犬座銀河やマゼラン雲などの小さな銀河を吸収する可能性があります。しかし、大きな銀河合体は平均して約90億年に一度起こるとされている一方で、大きな銀河による小さな銀河の吸収はより頻繁に起こるとされています。合体によってクエーサーが生まれるというのには必ずしも決まったことではありません。クエーサーがありふれた天体と言われる理由も、その中に銀河合体で生まれたものがあるためかもしれないです。まだまだ大きな謎が残されていますが、宇宙最強レベルで明るいクエーサーについては、これからも多くの興味深い発見が期待されますね。いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは宇宙や科学の神秘をお届けしていきます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。また、あなたの思ったことや最新情報をコメントしてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。